こんにちは、にわかには信じがたいのですが、今回もご提供いただいた商品のご紹介動画になります。今回製品をご提供いただいたのはリバールヘルメットさんという会社になります。リバールヘルメットさんは世界初のスマートヘルメット、以前ねインスタ経由でご提供いただいたことがあるんですけれども、この背面に LED ライトがついていて視認性が非常に高いヘルメット、ウインカー出したりとかもできるんですけど、こういった画期的なヘルメットを開発販売している企業になります。そのリバールヘルメットさんがね、今回新商品を発売されたということでご提供いただきました。ありがとうございます。というわけで今回ご提供いただいたのも非常に画期的な商品になるんですけども、こちらでございます。はい、では中身ご紹介していきます。はい、オープン。まず一番上に入っているのがこの黒い封筒の中にインストラクションですね。あとこれはクリーニングペーパー。はい、ではその下のこの高級感あるケース、こちら開けていきましょう。はい、こちらでございます。はい、というわけで今回ご提供いただいたのはですね、リバールヘルメットさんの新商品 LTS21 っていうね、マルチファンクショナルスポーツヘッドホンでございます。ではこちらに入っている商品一つずつ中身をご紹介していきます。まずこれが本体ですね。充電ボックスとこのイヤーピースになります。それからこちらがスタンダードなブラケットですね。耳にかけるタイプのものです。これがね、ヘルメットブラケットですね。これ左右1セットずつ入ってます。これはどうやって使うかというと、このヘルメットの側面に、両面テープでね、取り付けて、このブラケットをつけて、先端にイヤーピースをつけるという使い方になります。で、追加の両面テープも入ってます。そして充電ケーブルですね。これは USB Type-C です。で、実は付属品としてもう一つ、自転車のハンドルにつけられるリモコンですね。これもついてました。で、先ほどご紹介したヘルメット用のブラケットでヘルメットに取り付けをして、で手元にこのリモコンをつけて操作するってことができるようになってますね。日本の場合は自転車で公道で使用するっていうのは自治体によってはできない場所もあるみたいなので、ちょっとそういったところはよくご確認の上ご使用いただくのがいいかと思います。はい、では早速ちょっとこれをね使ってみたいと思います。まずこれ裏側にこれ今 R って書いてあるの見えますかね。これが右側 R ですね。でブラケットの方にもここに R の記載がありますので、R は R 同士でくっつける感じです。はい、こんな感じで、左側は L が書いてありますので、こっちにもね L って書いてあるので L 同士でくっつけます。はい、これで左右つきましたね。そしたらこれをこんな感じで耳にかけます。簡単ですね。であとはこのロゴが書いてある部分を3秒長押しするとこう今光りましたよね。電源が入りました。でこれはね左右別々に電源入れるんですね。で左側も同じように3秒長押しすると電源が入りました。はい、でスマートフォンとの接続は普通に Bluetooth での接続になります。はい、この商品の特徴は先ほどご説明したねこう左右別々に電源が入れられるっていうところと、あとは耳を塞がないタイプのイヤホンになってるんですけど、他のものと違ってねこれは骨伝導ではないんですね。で本体に見えるかな、スピーカーが
これですね、ついてます。これ左右に両方ついてる感じになりますね。でこうブラケットで耳にかけると、この耳の穴の近くにスピーカーが来ることで、音が聞こえるっていう感じになります。で骨伝導だと骨にね振動を送って音が聞こえている仕組みになっているので、若干この辺にね振動を感じると思うんですけど、これに関してはスピーカー使用しているので、そういった振動っていうのは一切ないタイプになります。で実際にねちょっと外で散歩したり走ったり使ってみた感想をこれからお伝えしたいと思うんですけど、まず音ですね。音どうかなっていうとこなんですけど、オープンイヤータイプ、耳塞がないタイプなので、環境音っていうのは普通に聞こえます。車の音だったり、後ろから来る自転車の音とか、人の声とかね、周りの音っていうのはしっかり聞こえました。でそれでいて音楽もちゃんと聞こえますね。もちろん音量調整とかにもよると思うんですけど、私は iPhone の設定でだいたい中間ぐらいの感じの音で聞いてました。で全然違和感なく音楽も聞こえるし、周りの音も聞こえるっていう感じで、ちょっとね不思議な使用感ではありますね。ただ例えば途中でこうコンビニに立ち寄ったりして店員さんとちょっと会話とかっていうのは難しいかなと思ったんで、ここね一回タップすれば音止めることができるので、タップして止めて、でまたお買い物終わったらタップして音楽聴くっていう感じで簡単に操作はできます。はい、ということで実際使ってみて、良かった点とちょっと気になるなっていう点、両方お伝えしていきたいと思います。まず良かった点1つ目なんですけど、操作が簡単ですね。もう本当にこの面をタップしたり長押ししたりするだけで操作ができるので、全然スマホを手元に持っている必要がないっていうのはすごくいいなと思いました。あと良かった点2つ目としては装着感ですかね。ブラケットがね結構しっかりホールドしてくれてるので、歩いたり走ったりしても上下に揺れちゃうとか動いちゃって不快っていうことは一切ないですね。かといってきつすぎて痛いとか違和感があるっていうことでもないので、使用感としてはすごくいいです。あと良かった点3つ目としては、最初にお伝えしたんですけど、環境音がちゃんと聞こえてくる点ですね。耳を塞がないっていうところ、ランニングとかで道走ってる時にやっぱり後ろから自転車来たり人来たりとか、あるいは歩道がない道なんかだと車が来てるっていうのはやっぱり分からないとちょっと怖いですよね。これだったら環境音ちゃんと聞こえるので、全然そういったところは問題ないなと思いました。あと良かった点というか、面白いなと思った点としては、この左右電源が別々に入るところですね。先ほどご紹介したヘルメットブラケットなんかを使う場合は、右だけイヤーピース使うとか左だけ使うっていうシチュエーションがあるので、片方ずつね電源が入れられるようになっていると思うんですけど、普通に例えば交通量が多いような道でランニングしている時とかね、環境音もう少し聞きたいなってことあると思うんですよ。そんな時はもう右か左か好きな方どっちかだけ電源を入れて音を聞くっていうこともできるので、環境音をもう少し取り入れたいっていう場合はそんな使い方もできるかなと思います。はい。であとね少し気になった点もお話ししていきたいんですけども、まず気になった点1つ目としては充電なんですけど、この状態で充電っていうのはできないんですね。必ずこのイヤーピースを外してこの充電ケースに入れないと充電ができないんですよね。なので充電が終わったらまたここから取り出してブラケットに取り付けてっていう作業がね毎回発生してくるので、この状態で充電できればさらにいいなというふうに思いました。はい、あともう一つ気になった点としては、電源をね切ることができないんですね。そのためにはこのイヤーピースを外して充電ケースに入れる必要があるみたいなんですよ。できればこのままね長押しかなんかで電源切れるとさらにいいなと思いましたね。はい、というわけで今回はリバールヘルメットさんから新発売されました LTS21 マルチファンクショナルスポーツヘッドホン、ご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。
気になった方いらっしゃいましたら、ぜひ概要欄のリンクから詳細チェックしてみてください。もう本当に発想がねやっぱり面白いなと思いますよね。最初に少しご紹介したスマートヘルメットもそうなんですけど、他にない面白い商品を開発している会社なので、今後も注目していきたいなというふうに思いますね。はい、というわけで今回の動画は以上になります。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。本当に前回のウェアの動画の時にもお話ししたんですけど、まさか私がご提供を受けてねこうやってご紹介動画を撮らせていただけるっていうのは本当に驚きましたし、ありがたいことだなというふうに思っています。今後も少しでも面白いなと思っていただける動画、お役に立つような動画っていうのをどんどん出していきたいと思いますので、これからもぜひご覧いただければと思います。それではこの動画もし気に入っていただけましたらグッドボタン、チャンネル登録、コメントもお待ちしてます。ではまた次回の動画もぜひ見てください。それではまたね。